ルアーフィッシングには日常で得ることのできない感動が詰まっている。初めて手にした一尾は手足が震えるほどの衝撃と感動を与えてくれることでしょう。さあ、感動と興奮のルアーフィッシングを始めてみましょう。サーフゲームの第一人者、堀田光也さんに教えてもらう。おはようございます。静岡県のですね、浜岡海岸にやってまいりました。今日はですね、この周辺で、サーフゲームを楽しみたいと思います。広大なサーフが広がる浜岡海岸は地形変化に富んだ絶好のサーフゲームポイント。サーフの釣りではどんな装備が必要なのだろう。サーフのね、釣りをするときに必要な装備、まずね、これウェーダーって言います。こう胴長ですね。これ必ず履いてください。そしてこれライフジャケット、これね、ちゃんとこう浮力のあるもの、これをね選んでください。これね、ここのポケットにはこういったねルアーケース両方とも入ってます。あとね、ハサミとか、糸とかの小物類はこのねポケットですね。あとこのライトがあったりとかすると便利です。あと必ずこのね、熱射病とかねならないように帽子、ルアーがねもし自分のところにね刺さっても、頭に刺さってもですね、深くね刺さり込まないような、防止策になりますので、ぜひですねこれかぶってくれると安全な調光ができるというふうに思います。で、夏はね日焼け防止のために日焼け止め乗るか、あとラッシュガードですね、あれを着るのも良いかと思います。次は必要となるタックルについて。竿はね長さが3メーターから 3.3 メーターぐらい、調子がね M とか MH、 これのねサーフ専用の竿を使っています。リールが4000番あるいは C5000 番とね言われる大きさのリールを使ってます。ラインはねこれ P ラインです。 P ラインの1号、これをね200メーター巻き込んでください。そのね先端にフロロカーボンの糸ですね、リーダーをだいたいね1メーターぐらい接続して仕掛けは完成します。さあ、実調開始。朝まずめを狙う。ルアーはねこういうねシンキングペンシル、よく飛ぶねタイプでリップがついて、動きが大きなルアー。今ね波がこう来てるんですけども、あんまり前に行くとね波かぶっちゃうんで、自分はねこの立ち位置、波がねこうザーって足当たった時に膝ぐらいのね、ところで波がね、止まるような、それぐらいのね立ち位置で釣りをしてください。これ以上前に行くと危険です。海のこの岸の釣りは自分で全部考えて、人任せじゃなくって、やっぱりね自分で釣りをね組み立てられるというのがこれやっぱり魅力ですよね。全国のサーフを知り尽くす堀田さんだが、初めてのフィールドではどのように地形を把握しているのか。で、今ね満潮の時間なんですよ。満潮ってことはやっぱね水位が、潮位がね高いので、このね、岸のずっとね奥の方までね波が入ってきます。で、水深が、干潮の時に比べてこうあるわけなんで、このね浜のね地形のね変化っていうのがですね分かりづらいです。ポイントをこう吟味する時っていうのは満潮の時ではなくって、そういうね地形の変化が、要は干潮になれば露出しますので、潮がですね、低い時の方があそこが深いよね、ここが浅いよねとかね分かりやすいので、狙いがね絞りやすくなるかなと思います。状況に合わせて使い分けられるルアー、これを揃えておこう。サーフのね、ルアーフィッシング必要なねルアー4つあります。まずね飛距離を出すためのね、これね金属でできたメタルジグル、これねフックが2つねついてるタイプです。これよく飛びます。そして動きをですねこうバタバタではなくってゆるゆるしてね、あんまり元気のない魚、
に対するねアピールをするためのルアー、これがシンキングペンシルですね。これも必要です。そして小魚みたいにこうバタバタとねしっかり動いてくるような動きをするこのミノ、これもねあるといいですね。そして食いし打った時っていうのはこうねワームと言われるこのねプラスチックのゴムでできた柔らかいね波動を出すこのルアー、これをね使います。以上ね4つのルアーがあったらこのサーフフィッシングは楽しめます。潮止まり前後はチャンスと睨んで再びポイントへ。今ねこう干潮の時間帯で、場所をね変えてきました。同じで並びでわずか 2,3 キロ離れた場所なんですけども、ここねいい地形がありますんで、まずここでやってみます。ルアーもフラグ系からソフトルアーに変えてみる。今日は午後の1時37分が干潮、ここ御前崎なんですけども、それに向けてですね今釣りを始めました。今ね12時40分ぐらいなんで、あと1時間ぐらいは潮が下がるんですけども、下がるね潮位の下げ幅はかなりもう少なくなってます。ほとんどもうこれ以上は下がらないような、状態だと思います。そういった時間は割とこのねサーフの釣りは杭が立ちやすい。潮が止まった時の方がどちらかといい傾向があります。この辺でちょっとがっちり粘りますよ。ここはね右から流れが左に向かって流れてます。そういうポイントです。気配濃厚、魚がいれば食ってくるはずだ。お、来た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 。突然のヒットに堀田さんもびっくり。平成語だね。ルアーが水中にある限り気は抜けない。はい、背入れ立ってるね。かわいいサイズだ。35センチぐらいかな。でもこれね平スズキっていうね、スズキのねちょっとね外海にいる多いタイプのスズキのね小さいやつですね。綺麗ですね。これはリリースサイズですね。で波打ち際に行って波が来て、でこのタイミングで今度波が引くタイミングで離してあげます。そうすると乗って波に乗って海に戻ってきます。ありがとうございました。可愛いサイズでしたけども釣れた一匹は嬉しいです。さらなる大物を求めて移動する。今ですね少し歩いてどうでしょうね、数百メーター移動してきました。ここね広いね大きな離岸流になってます。僕の今立ってるところのもっと左の方どうだろうな、780メーター100メーター近くあるんですけども、その辺からですね僕の方に向かって流れがですねまず岸についてますね。岸沿いをずっと流れてきて、僕のちょうどこの正面からちょい右からこう沖の方に向かって斜めに離岸流がですね出てってる、そんなね、ここポイントです。じゃあなんで離岸流がいいかっていうと、さっきも言ったように結局沖に向かう流れなんですよね。で沖に流れが向かえばそのね流れを伝って沖から魚が入ってくるんですよね。でしかも流れですからこの砂の海底とかこの地面を流れによって流れが強いわけなんで砂をね削ってそこだけね深くなるんですよね。だから要は通り道ができるわけです。流れの通り道イコール流れを伝って入ってくる魚の通り道になるわけなんでいいポイントになるというわけですね。乗ったか？当たったよ。ちょっとサイズとか魚は分かりませんけど何かがねルアーをつっつきましたね。次のルアーはねこちらですね、フリッパーの 32g メタルジグになります。
ワームをね使っていたんですけども、距離的にですねもっと遠くにね飛ばして広い範囲をですね探りたいので、これを使ってみます。さあこのね小魚に似せたカラー、これねアジですね。アジの子供、そんなカラーのね今ねルアーを使ってます。今はねこうやって巻いて止めて、巻いて巻いて止めて落として、巻いて巻いて止めて落として、ここはまあ広いこう離岸流で水深もあって、まあ流れもあるってさっき言ったんですけども、流れがやっぱ奥まで効いてるんで、やっぱりそれがねそこを伝って少しでしょうけども魚入ってきてる可能性もあります。おし、来た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 。今度は乗せた。よしよし、なんだ何が出てるかな。よし、うわーなんかバレんなよ。よし、ヒラメだー、ヒラメだー、やったー、ヒラメが釣れたー。ヒラメさんですね。せーのよっ、はい、釣れました。どうでしょう、30やっぱ5センチぐらいあるかな。ちょっと可愛いサイズですけども、れっきとしたですね、これヒラメちゃんです。こういうのがですね釣れるんですよ。今のはねこのメタルジグフリッパーというですね 32g のねメタルジグを使って釣りました。一日ですね、サーフゲームを楽しみました。実際ね、ヒラメとあとセイゴちゃんですね、これが釣れました。こんなことがですね割とよくあるのがサーフゲームですんで、ぜひね皆さんも楽しんでみてください。